皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。脳という漢字の成り立ちがいまいちピンとこないので調べてみたら、右側のつかんむりに強という部分は文字的な意味とは関係なく、もともとは毛の生えた頭部の頭頂の縫合部が解放された状態を象形的に表すもので、月辺の部分は天体の月ではなく肉付きとして、肉体の部位のことを表していると知り、すべての部位がそれぞれ単体の字の意味と全然違いつつも、象形的にはしっかりその形を表しているということに驚嘆したナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。脳機能イメージングに大革命。脳のシースルー法爆誕。新潟大学脳研究所と理化学研究所の共同研究チームは、1600種類を超える膨大な化合物からスクリーニングした特殊な試薬を用い、これを頭蓋表面に塗布した上で二項試験微鏡と連携し、生きている動物の頭蓋骨を非侵襲的かつ任意に透明化しての脳観察を可能とするシースルー法と名付けた世界初の驚異的な新技術の開発に成功。脳機能イメージング技術の分野に大革命をもたらしました。これは内容がドストレートですね。実証科学の分野は成果がそのままの意味になってくるので分かりやすくて良いです。その分、それを実現するというのはとんでもなく困難な道でもあるのですが、その中でも今回の研究成果は生理学、医学としては超度級のとんでもないものとなります。それでは詳しく解説していきましょう。脊椎動物と一部の無脊椎動物が持つ集合した神経細胞により、中枢神経系として高度な機能性を実現させる器官、脳。脳はこれを持つ動物の生命活動や行動に非常に重要な役割を果たし、障害や疾患などに罹患した際は、体機能や生命に重大な影響を及ぼします。こういった状態の時、脳で何が起きているかということは生理学的に非常に重要な知見となりますが、脳は高度な動物であるほど重厚な頭蓋骨に守られており、当然のごとくそれは可視光を遮断するため、任意のタイミングで生きた動物の脳機能を調べるということは無理難題となっていました。それでも我々人類は放射線の透過性を利用したり、遺伝子工学を利用したりなどして、その無理難題に挑み続け、近年ではかなりの部分を解明してきています。そしてこれにより、生きている脳の各部の生理的機能を画像化するという脳機能イメージング技術が発展してきました。しかし、生きている状態で任意のタイミングで自由に広範囲にという条件での観察はやはり難しく、脳は未だ未解明の部分が多いため、この分野の研究は世界中で精力的に進められています。そんな中、今回の研究チームが開発に成功した技術は、観察の導入手法として従来の手法とは一線を画するものです。これまでの生きた脳の観察をするための導入手法は、オープンスカル法というものが一般的でした。オープンスカル法とは、目的領域の頭蓋骨とその下の髄膜の一部を切除し、そこにガラスを埋め込む方法です。そんなえぐいことして大丈夫なのと思うかもしれませんね。はい、あまり大丈夫ではありません。もちろんこれはしっかり確立された手法ではあり、高度な操作技能を持った研究者が細心の注意を払って行えば、生体にほとんどダメージを与えることなく組織の置換を行うことはできるのですが、頭蓋骨と髄膜を取り除くというのは、脳圧の変動や脳脊髄液の減少、炎症を引き起こすなどのリスクがあり、倫理的な問題もさることながら、それが及ぼす研究結果への影響も無視できないファクターとなってきます。また、狭い範囲でしか行えないため観察視野が狭いことや、数日で髄膜の再生が始まるため、それが画像に影響し長期観察が難しいといった制限もあります。つまり、かなり難しくて面倒な上に、被験体には健康リスクがつきまとい、何のメリットもない微妙なサイボーグ化をされた挙句に、その代償のデータは単一ではいまいちという、かなり救いのない状況になるわけです。なお、昨年、東海大学を中心とした共同研究チームが、ナイアー法というこれに代わる新しい手法を開発しています。これはガラスの代わりに高分子のナノ薄膜を貼り付け、その上から紫外線が当たると硬化する光硬化性樹脂で固めることで、通常のオープンスカル法よりも炎症や観察期間の問題点をかなり払拭しており、
画期的な新手法として現在普及が進んでいます。ただこれもオープンスカル法の一種であることには変わりなく、頭蓋骨と髄膜の切除をするため根本的な問題点はまだ残る手法となっていました。ところが今回開発に成功した新手法はなんと髄膜も頭蓋骨も一切の切除なしにその中の脳を観察できるという夢のような技術の実現となりました。その名もシースルー法と名付けられたこの手法は1600種類以上にも及ぶ化学物質を綿密にスクリーニングし、有機溶媒と水溶液の組み合わせの中から目標となる光の屈折率 1.56 を達成する試薬を特定することで実現しました。そんなものがあるかどうかもわからないのに理論的に導き、そして実際に探し当てた努力に脱帽ですね。アンチピリンとベンジルアルコールをエタノール水溶液と混和させたこの特殊な試薬は頭蓋骨表面に塗布することで頭蓋骨から大脳皮質の表層まで浸透し、これを二光試験微鏡を通してイメージング画像化することでオープンスカル法系統と同等かそれ以上の解像度、これを超える光子や解凍術の特殊技能を必要としないことと任意の観察タイミングという従来手法を大きく上回る脳機能イメージング技術においての驚異の利便性をもたらします。さらに当然のことながら解凍術を行わないため、これに付随する全てのリスクは排除され、試薬に用いられる化合物は神経細胞に対して基本的に毒性を持たない上に、ごく少量が脳皮質の非常に浅い領域にまでしか浸透しないことも確認され、薬学理的にほぼ完全に無視できるレベルの非侵襲性であることも証明されました。そして透明化処理をして観察した後、被験体を完全に元の状態に戻せるという可逆性。これは実験の継続性や効率性、個体差によるデータのばらつきなどを考えるととてつもなく有用な上に倫理的な側面も大いに改善されるという素晴らしさです。これはもうこの分野における完全なゲームチェンジャーと言えます。ノーベル生理学賞受賞が十分視野に入ってくるとてつもない大発明と言っても過言ではないでしょう。この手法により脳機能イメージングの研究が加速し、これまでわからなかった脳機能が解明されたり、治すのが難しい病気や障害の新しい治療法につながっていくといいですね。なお、試薬にアルコールという名前が出てきたからといって、お酒を頭にぶっかけても中身が見えるようになるわけではないのでやめてください。飲み物を粗末にしてはいけません。あと、多分励ます。知らんけど。今回の研究論文は、現在ネイチャー誌においてオープンアクセスとなっています。誰でも見れますので、これまで犠牲になった数多くの命を追悼しながら見てください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN in ほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。